こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は私ども盆栽水石会の伝道、東京上野グリーンクラブからお届けします。昨年度から日本水石組合、そして日本水石協会が講演するこの全日本水石一品展、これが第2回として開催されています。今日はこの会場から水石の素晴らしさ、そして一品の数々をご紹介させていただきます。お楽しみください。一回正面を飾る豪華な石をご紹介します。右側の古谷石、名画備山。大型の古谷として第一峰と言われる石。そして左側の鴨川は有名な鍛冶屋の鴨。つまり鴨川の上流で一人暮らした鍛冶屋がタガネの技で数百年前に作り上げたと言われる伝承の名石です。中央に秋の訪れを彩る加納常信の掛け軸。まさに初秋を迎える前のお迎えの席です。国内を代表する著名大家は審査対象外として特別出品の席を設けています。左手の選仏石、おそらく選仏石としても一番古いものに属する岩型の石は明期宝雲に飾られて残照、岩型の風景を見事に表しています。対する右側は世田川の梨地石。憲法そびえ立つ石の名前は月光、月の光ですね。脇に外伯母がロバに乗って詩を奏でる。大祭司の中でも飾りができる世界を皆さんに見せてくれています。同じ特別出品でも趣向を柔らかく飾りというものを重視した二石です。左手は心拍が風になびく断崖の下、世田川の船がゆったりと浮かぶという石。右側は山風が感じる遠山の大きな姿。まだまだ残暑厳しき中に青葉の涼やかな木が石を添えています。今回の一品展は多くの愛好家たちにいろいろな可能性を求めてもらうために6つの部門が設けられて選考会が行われました。このカムイコタンは抽象石、次の時代のモダンな姿を浮かぶデザインとしてその中での最優秀となった一石です。抽象石はその方が感じ取る世界観がそのままにあられているこれからの水石の可能性です。講演団体4社がそれぞれに選ぶ賞の一つ、近代出版社賞を受賞した一石です。選仏の憲法を連なる大世界が明期宝雲の水盤に浮かぶ世界。東洋的な山水水石のお手本といえる一石です。姿石という家や人物、継承的なものを評価する世界があります。その中での大賞を受賞した仁淀川の名は愚道絵家。三大仏師の一人が一人佇む姿をこの石の中に見立てた文房的な美豊かな石です。水石を楽しむ中の二大的なカテゴリー、大祭司と水盤石の中、その中の大祭司部門において最優秀と選ばれた石です。長く水石史界に伝わる名石ですが、霞む雲海の上に浮かぶ山々の姿を見事に具現したこの石は
普段は与十郎という揖斐川に多く見られますが、なんと瀬田川でこの種のものは皆無と言えます。全体の6部門の中をさらに特別審査員たちが選んで、今回の一品水石展において最高位の大賞を得た石。この石ははるばる日本の水石美を愛するフランスの方の出品というところが、水石の国際性が見とれる石です。6部門の中の代表的な水盤石の部門の大賞を得た石です。鞍馬石が3つの山が重なる姿は、どこか遠き日本画の姿を思い浮かべます。展示された時に調べることで、なんとこの石は第5回日本水石名品展に出品された芸歴、つまり60年近く前にすでに高い評価を得ていたことが分かりました。古びたの丘上に並ぶ家々の姿。天然の石でこのような景種が出ることは奇跡と言えます。名高い石で、別の文化の世界で言えば国宝として天下5県に名を挙げる名刀三日月宗近、これを長く愛して最後は国へ寄贈した渡辺三郎先生の意外石でもあります。今回特別に苔の上、つまり緑の中に生える家々の村落を表したのは、残された渡辺先生の本序学案全集の中に載っている写影を親しみを込めて、敬意を込めて同じように表現しました。この水石一品展の特徴の一つがあります。ここに今並んでいる石、これは部門として探石部門、つまり河原で石を自分の見立てで探して、そこからここまでに来たものが審査対象としてなっています。若い方、ご自分でトレッキングが好きな方、そんな方でも石に親しみが持っていただけるようにということで企画して設けた席が昨年からあります。今回その中から2つをご紹介しましょう。探石部門、つまり自らの手で山河から拾い上げた石を見立てた世界、その中の最優秀として選ばれた一石です。その名を玉川石で静かとなっています。地母観音のようにも文様石にも抽象石にもさまざまに見えるこの石は、長く玉川を愛した水石界の長老が見出したものです。こちらの特別招待の石2石は、ここの審査の対象外となっているものですが、2点とも探石であることは間違いありません。水石の趣味が高じてさまざまな水石の文化活動に気をくださる俳優の豊田真帆さんの展示品です。一つが四万十川、一つが古谷石。両方とも真帆さんはただただ表面的ではなく、現地に行き土地の方々との触れ合いをして、そしてその現地の水石を紹介するということをご自身でも活躍なさってくれています。ありがたいことです。その土地土地の古老から探石したものを譲り受けたものを今回特別出品として飾らせていただきました。ありがとうございます。石の表面に浮かぶさまざまな模様を見立てた文様石、それを代表するのは日本の文様石は菊花石でもあります。今回は大輪に咲く菊花石の大名石が文様部門の対象となりました。石全面に開く紅色の弁を含めた大輪の一輪、サバ菊と言われる磨いて出したものではなく、まるで化石が表面に出るように浮き出るように出ている
自然が成し得たものです。広がる大輪の世界、平和を願う象徴ともいえる名石中の名石です。かいつまんでのご紹介となりましたが、いかがだったでしょうか。水石の素晴らしさを一人でも多くの方に伝えたい、そんな思いをこのグリーンクラブの会場からご紹介させていただいています。3階にもあります業者が渾身を込めた売店石、内覧石、そんなもので楽しんでもらえるものもこの展示会用意しています。夏の一日、毎年の恒例になるように2度目の挑戦の中です。皆さんもぜひ水石をお楽しみください。このようないろいろな展示会のイベント、コアな話、テクニックの話、いろいろなものをわびチャンネルはアーカイブでお楽しみいただけます。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。